こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python in Excel 第8回ノッチフィルターの追加についてお送りします。今回紹介するノッチフィルターは、特定の周波数帯域の信号を選択的に減衰させ、それ以外の周波数帯域の信号を通過させるフィルターです。これはバンドストップフィルターの一種で、特定の狭い周波数帯域ノッチ周波数を阻止するために使用されています。使用例としては、音声信号のハム音交流電源の周波数による雑音などを除去するために使用されます。ノッチフィルターのサンプリングプログラムの作成手順について概要を説明します。最初にサンプリング周波数とノッチフィルターの使用を設定します。次にイルノッチの値関数を使用して 60Hz のノッチフィルターを設計します。そしてサンプリングデータを生成し、データフレームで AF に保存します。このデータには60Hz の雑音を混入させます。そして、このデータをフィルト関数を使用して 60Hz の雑音を除去します。この結果をデータフレームアウトアンダーラインデータに保存します。それではプログラムを見ていきましょう。最初に pandas と numpy、そして cp.signal をインポートします。変数 FA にはサンプリング周波数を入力します。そして、F0 イコール 60.0 として除去する周波数を代入します。また、Q イコール 30.0 で品質係数を設定します。品質係数は、共振回路やフィルターの選択性やエネルギー損失の少なさを表します。具体的には、共振周波数におけるエネルギーの蓄積と損失の比率を示します。Q 値が高いほど、エネルギー損失が少なく、鋭い共振ピークを持つことを意味します。そして B、A イコールイールノッチフ0、Q、FS と書き、係数 B と A を求めます。この係数は、後のフィルターをかけるときに使用します。こちらはサンプルデータの生成プログラムを示しています。3行目から6行目にかけて、ランダム波形に 60Hz の雑音を混入させて1秒間のデータを生成し、DF に取り込みます。そして8行から12行目にかけてその波形を表示します。こちらが雑音の混入したサンプル波形を示します。このように雑音の影響で波打つような変動となっています。こちらにノッチフィルターを適用するプログラムを示しています。2行目のフィル関数によってノッチフィルターを適用します。引数は先ほど求めた B と A および入力波形で EF を使用しています。フィルターされたデータはpandas のデータフレーム関数を使用してアウトアンダーラインデータに出力します。このデータを用いて9行より9行にかけてグラフ表示の各種設定を行いグラフ表示します。こちらがノッチフィルターをかけたデータとなります。大きく波打つ変動がなくなっていることがわかります。それでは、筋電図分析プログラムにノッチフィルターを追加しましたので紹介します。前回まで紹介したプログラムに、チェックボックスを追加しました。そして T2 セルにリンクセルを設け、このセル名をフィルター 60Hz と名付けました。このチェックボックスをオンにすることによって、選択された波形にノッチフィルターをオンにすることができます。追加したプログラムのみを紹介します。他の部分については、前回以前の動画をご覧ください。Python セルの関数設定部分に、cp.signal をインポートする部分を追加しています。ここで、インポートイールノッチ、フィルトと書きノッチフィルターが利用できるように記述しました。また、グラフ表示セルにおいては、21行から32行にかけてノッチフィルターを適用する記述を追加しています。先ほどのコンボボックスがチェックされると、リンクしたセルフィルター 60Hz が True となります。23から32行がノッチフィルターを実行する記述です。ここでは、サンプリング周波数を 1000Hz、除去する周波数を 60Hz、品質係数を30として、イールノッチ関数に設定し、係数 B と A を求めました。そして32行で、フィルト関数に係数 A、B と適用するデータで EF2 を設定し、DF2 にフィルターされたデータを戻しています。こちらはグラフ表示部分の後半部分になりますが、変更する部分はありません。こちらは分析値の表示部分となります。変更部分は、
6行と8行の記述で以前は iLock 関数を使用してエラーが出なかったのですが、新たに追加したプログラムの影響でエラーが出るようになりましたので iLock 関数を使用しない記述としました。また取得されたデータ R_def は、難費のアリーデータと扱われているためデータフレームに変換しディスクライブ関数を使用できるように変更しました。以上でプログラムの説明を終わります。今回は 60Hz の雑音を除去するノッチフィルターを紹介します。上が元の波形、下が 60Hz の雑音を除去した波形となります。使用するモジュールは SPDOT-Signal のイールノッチとフィルトです。最初にイールノッチでフィルターの設計を行い、次のフィルターに使用する係数 A、B を求めます。次にフィルトを使用し指定周波数を除去します。このような手順で 60Hz 雑音を除去を行います。それでは近電図プログラムにノッチフィルターを追加してみましょう。フィルターをオン・オフするコンボボックスを追加しました。最初にチャンネル1にフィルターをかけてみます。わずかに雑音が除去されています。次に、雑音の多いチャンネル2の元の波形とフィルターのかかった波形を比較してみましょう。